最後もう一回ここに牛乳、うわーいい感じに焼き色が美味しそうな色がついてますね。はい、こんにちは、主婦のファビューです。今日は豚のステーキを作っていきます。はい、それでは材料紹介です。豚肩ロース、ニンニク、ローズマリー、塩麹、牛乳、オリーブオイルです。はい、それでは今日はスーパーの豚肉を使って美味しいステーキの焼き方をやっていくんですけど、今日の料理はこの豚肩のステーキなんですけど、それに合わせてイタリア料理の基礎のニンニクピレっていう基本的な作り方プラス春野菜を合わせたような料理をこれから早速作っていきます。それでは最初にこの豚肉に塩麹をマリネしていきます。まずお肉が硬くなる原因として挙げられるのがお肉に含まれるタンパク質です。でそのタンパク質を分解する作用がある分解酵素のプロテアーゼを含む食材を合わせることでお肉が柔らかくなります。これは代表的なものにまず玉ねぎがあったりとか、フルーツだったらパイナップル、キウイ、梨とか、あとキノコだとマイタケに多く含まれてるって言われています。あと今日使っていく発酵食品の塩麹だったり味噌とかヨーグルトなんかにもプロテアーゼが多く含まれているので、それらでマリネするとお肉が柔らかくなります。で今1時間マリネした状態なんですけど、やっぱ塩が入ってるので肉がちょっと赤く発色している状態で、これが漬ける時間が大事で、肉の厚みにもよるんですけど、30分からこれ1時間ですね。で1時間以上漬けちゃうとちょっと塩辛くなっちゃうので、これをこの後焼いていくんですけど、焼く時にこの麹とかついてるとすごい焦げるんですよ。だからこれを水で流していきます。で本当に軽くです。これ流しすぎると豚がせっかくつけたのが薄まっちゃうんで、本当にこの表面の麹を落とすだけで、落としたらペーパーで拭いていきます。で麹につけた時にこの水洗った後の拭きが甘いとですね、肉に焼き色がつかないっていう現象になっちゃうので、ここの水分をしっかり拭き取るのは本当マストですね。美味しいお肉を焼くために必要な作業なので、この状態で肉の焼く前のスタンバイが OK です。はい、それではまずはニンニク1株分ですね。だいたい 50g ぐらいですねに水を入れて、でひたひたぐらいです。でこの状態で水から沸騰状態まで持っていきます。でこれは茹でこぼしっていうんですけど、基本のバーニャカウダソースとかもだいたいこのニンニクをやるときはこのやり方をして、ニンニクの表面のツンとした香りを、全部飛ばしていきます。でこれはだいたいですね、これニンニクの品種にもよるんですけど、このニンニクだったらだいたい3回ぐらい茹でこぼすとツンとした香りが抜けるので、それを最後に牛乳で煮ていくっていうようなやり方をしていきます。で今沸いたので、そしたらもうすぐこれを、水切ってまた新しい水を入れていきます。でここに入れる。そしたらもうすぐ鍋に戻して冷たい水をまた入れる。でこれを火にかけていく。これが茹でこぼしというテクニックです。でこれはあと2回ぐらい繰り返していきます。でこれが、3回茹でこぼしたんですけど、最後もう1回ここに牛乳で、半々ぐらいので水、あとは塩1つまみ 2g ぐらい入れて、で今ニンニクが沸いた状態なので、ここで弱火にしてこのポコポコ状態をキープして20分加熱していきます。そうするとニンニクが柔らかくなるので、柔らかくなったものをピュレにしていくっていうような感じですね。で今20分煮たところなんですけど、ここもうちょっと押しただけでニンニクが崩れるような状態。ここまで来たらこのニンニクを一回ざるで切っていきます。切ります。でピュレとかをやるときにポイントなのが、今湯気が上がって熱い状態じゃないですか。だから素早く作業しなきゃいけなくて、これはゆっくりやってニンニクが冷たくなっちゃうとピュレが滑らかにならないので、熱々の状態にやります。でこれホールだったので、このニンニクをもう手でできるんですけど、完全に柔らかくなってるので、ニンニクを開いてあげる。そうすると中の芯もあるので、それを普通にピュッて取って
この状態で、この身の部分をこっちに入れます。で全部これをやっていきます。あっち、めちゃくちゃあっちで、今掃除したこのニンニク熱い状態で、基本のニンニクピュレはここに塩一つまみ入れて、あとは美味しいオリーブオイルをちょっと入れて、でここでこのこした牛乳、温かい牛乳あるじゃないですか、これを滑らかにするために本当にね少量入れるんですよ。ちょっとそうすると滑りが良くなるので少量入れて、で今日は豚肉を麹でマリネしているので、ここにもこのソースにも塩麹ちょっと入れます。でこの状態であとはブレンダーで回します。でピュレがこんな感じです。でこれで、豚肉を焼いていきます。それでは先ほどしっかり水分を取った豚肉を早速焼いていくんですけど、この見た感じからしてちょっと粘度があるんですよ。なので麹しっかり拭いても強火とかにするとすぐ黒焦げになっちゃうので、こういうマリネした系のお肉焼くときは火加減に本当に気をつけなきゃいけないです。で早速焼いていきます。で豚肉を焼くときは、基本的に冷たい状態から入れていきます。本当に少量のオリーブオイルで、この豚肩なので油が結構噛んでるので、もうこの今何もついてない状態からここから火をつけていきます。で最初は中火ぐらい、これでまず火が上がって音が鳴ってくるまで加熱していきます。でこの豚肩ロースなんですけど、強火にしてしまうとすぐ硬くなったりとか焼き縮んじゃうので、もうマックス中火ぐらいの状態から徐々に焼き色をつけるっていうやり方をしていきます。で今ちょっと温度が上がってきました。そしたらひっくり返します。で見てください、ひっくり返してまだこの色が変わったか赤いところがあるぐらいじゃないですか。でもこの焼き方が豚は正解です。徐々に徐々に温めてあげるっていうイメージで焼くと柔らかくてですね、ジューシーなお肉が焼き上がります。よく耳を澄ましてください。もうこの軽い音で、この状態でこのお肉は1センチぐらいなのでそんなに焼く時間かからないんですけど、本当に弱火でじっくりじっくり焼いてあげます。でだいぶパチパチいって今ひっくり返したんですけど、この焼き目がついたじゃないですか。そしたらここの油の面を少し焼きたいので立てて、ちょっと油の面だけ、この油が焼き切ってあげないと油っこさがどうしても残っちゃうので、ここはしっかり焼き切ってあげる。はい。で今この油の面焼いたので、そしたら一回バットにあげます。でまだ完全にここの上の油の面だけ焼けてて、ここがまだ表面が焼けてない状態、ここで一回休ませていくんですけど、焼いた時間の倍ぐらいなので5分ぐらい休ませていきます。で今日はですね、休ませる時に一番いい休ませ方があって、でこれはもう本当にやりたい人だけというかプラスの仕事なんですけど、レストランだとオーブンを使ってゆっくり火入れをすると思うんですよ。家庭ってこの魚焼きグリルだと思うんですよ。でこの中で魚と同じで焼くというか肉を休ませることができるんですけど、まずこう魚焼きグリルをつけます。で結構強火がガーってくると思うんですけど、ここで30秒ぐらいこの中を熱して、で切った状態でこの中に肉を入れておくとオーブンと同じ保温の効果が使えるのですごくおすすめです。で今30秒ぐらい経ったのでこのグリル切って、で一応この手をかざして温かい状態が作れてるかやって、ここに豚肉、あくまでも温かい状態、これを入れとく。そうするとですね、保温されるのですごいいい状態になるんですよ。
でこの間に最後にちょっと野菜を焼いて仕上げていきます。で今魚焼きグリルに5分ぐらい入れて肉が休んだ状態なんですけど、こうテカテカして肉汁はギリギリ中に入っているような状態で、これ今もう8割ほど火が入っているので最後に焼き色をつけるっていう工程です。で最後は、オリーブオイルちょっと多めに入れて、最後に香り付けの潰したニンニクとローズマリーを加えてちょっと香りを出していきます。でニンニクとローズマリーから香りが香ってきました。そしたらじゃああとは豚を焼き色をつけていきます。で豚入れる。で最後はこの音です。このジュッとした音。でここで最後豚に焼き色をつけながら、で今日はもう春野菜でちょっと菜の花ボイルしたやつがあるとルッコラがあるので、これは菜の花上でちょっと焼いていきます。で豚肉を返す。で再度こう返すと、うわいい感じに焼き色が美味しそうな色がついてますね。でもこれでもういい感じに肉が焼けてるので焼き上がりですね。じゃあ野菜を軽くビネガーやってでこれでいい感じに豚に焼き色がついたので盛り付け入ります。はい、これで豚肩ロースのステーキの完成です。はい、いただきます。もう豚肉がしっとりと焼き上がってて最高ですね。今日は、豚肉をこうやって麹でマリネしたので、その麹でマリネした発酵っていうテーマでこのニンニクのピュレにも塩麹を混ぜたんですけど、そこにこう合わせてあげることによって一皿のまとまりがあるよねっていうような料理ですね。こういうマリネする麹でマリネしたりとか、味噌でマリネしたりとかヨーグルトとかいろんなそのマリネ方法があるんですけど、イタリア料理店ではどちらかというとこのマリネの技術は前菜料理でよく使われて、ハムだったりとか加工品によく使われる技術なんですけど、メインのがっつりお肉っていう感じの料理ではあんまり使わないような技術ですね。で今日作ったこのニンニクピュレプラス塩麹のこのソースなんですけど、恐ろしいほど何のお肉にでも基本的に合うんですよ。でプラス野菜と合わせても本当に美味しいようなソースなので万能的なソースだなと思います。はい、ごちそうさまです。この豚肩ロースのステーキなんですけど、ステーキの火入れはもちろんなんですけど、このソースも両方最高のレシピになっているのでよかったら作ってみてください。はい、いつもコメントありがとうございます。楽しみに拝見させていただいてます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。